どうも、今回急遽カメラを回してます。っていうのも、うちの父がですね、ホームセンター行ってこんなものを買ってきたんですよ。せっかくなんでこれ紹介したいと思います。これマキタの 10.8V のバッテリーで動かせる充電式ミニ生垣バリカンっていうものになります。これ刃渡り 260mm のかなり小さい生垣用のバリカンになります。でこれがですね、もう本当に 10.8V のこれは 1.5A なんだけど、かなり小さいバッテリーで動かせるこの生垣バリカンなんで、めちゃめちゃコンパクトです。でコンパクトな上にこういうレシーバーみたいなやつもついてます。これがですね、ワンタッチでこう取り外せて、なおかつワンタッチでこうはめられるようになってるんで、めちゃくちゃ取り回しがいいです。でこの 10.8V シリーズが、後ろにこうあるようにこれですね、マキタの 18V バッテリーシリーズ、これと比べてもめちゃめちゃコンパクトです。このバッテリー自体がまずコンパクトと。で当然最近主流になりつつあるこの 40V バッテリー、これと比較してもかなり小さいのが分かります。でいきなり父がこれ買ってきたんで、なんでこれ買ってきたのって言ったらですね、今までこの 18V シリーズの生垣バリカンは持ってたんですよ。でこれ主にこれ父が愛用してたんだけど、これが重いらしいんですよね。確かにこうずっと持ちながらやってるとこれ重いっちゃ重いんですよ。でこのちっちゃいの買ってきたっていう、なので急遽今カメラ回してます。本来であればいつも開封するところから撮りたかったんだけど、ちょっと間に合いませんでした。こんな感じになってます。かなりコンパクトです。ここもラバーグリップ仕様になってて握りやすいし、ここもこう持つタイプになってますね。これいいですね。こっちだとハンドル、この D 型のハンドルだったんですよ。ただこっちにもついてるこういう安全装置とか、こういうガードですね、こういうのはもう踏襲されてて、これただ押しただけでは動かないと。ちゃんとこう左右どちらからかこうロック解除しながらこう握ってあげれば作動するっていう、この安全装置はこちらのものを踏襲してるっていう感じですね。で裏側にはこう穴も開いてるんで、こういったところにもですね、ぶら下げて保管もできるこういった穴もついてます。やっぱこう横向きに切るにあたってこっちよりもなんかこのタイプがいいらしいです、父曰く。で今ちょっとまだ作業を止めて今待ってるんで、ちょっとその作業の様子これ撮影したいと思います。でこれがですね 1.5A のバッテリーなんだけど、これ久しぶりにこう出してきたんで、これ多分充電もうないんですよね。ということでこのちょっと大きめの 4A のやつ、これはこう充電があるんで、ちょっと今回これで父に作業してもらおうと思います。いいじゃん。いいなこれ。どう？コードが邪魔にならない。枝も切れるじゃん。これでいいじゃんね。片手で持ってるのがいいです。おお。簡単だな。俺持ってるわ。これ丸くならないですよ。いいじゃん。ここはコードでやったん。めんどくさくなったと。コードと比べて同じような感じ。それいやコードがねえだけ楽だよ。これコードだとめんどくさいだ。めんどくさい。コード引っ張らなきゃいけない。
短い方が取り回しがいいんじゃないの？片手で持ってないのに軽くて、しかもそれ重いバッテリーだから、1.5 アンペアつければもっと軽いかも。こういうやつよりやりやすい。こういうやつより。やっぱこのがやりやすい。そういうのやっぱ長きゃダメだろうけど、短いのがいいよ。これがいいんだよ。ただ1個も減ってねえ。これめっちゃ燃費いいじゃん。18ボルトでも全然減らないもん、これ。はい、ということで今回これ急遽手に入れたものなんですけど使ってみました。いやこれ使ってみて、めちゃくちゃ使いやすかったです。でちなみに、今回これ4アンペアのバッテリー使ったんだけど、これ残量すごいですよ。1メモリも減ってないです。この表示4のうちまだ4ですね。この充電式のバリカン使ったことある人はちょっと分かると思うんですけど、これですね、こういったものもそうなんだけど、この18ボルト機もそうなんだけど、燃費めちゃくちゃいいです。っていうのも多分ここにぐるぐる回るモーターが入ってるだけで特殊な打撃を加えるとか激しい電力をこう使うっていうそういう代物ではないんですよね。なのでここがぐるぐる回ってるだけなんで要は刃が大事なんですよ。このブレードが
この牧田さんのバリカン、これ自分このタイプも使ってたから分かるんだけど、ブレードがめちゃくちゃ切れます。でこのチリ、このミニバリカンってやつですね、これも、この切れ味をこう踏襲してるというか、これ非常に使いやすかったです。で、このカバーなんだけど、正直うちの父もそうだったんだけど、これもう外して使ってます。人によってはこれあった方が、こう草というかこの切った後のくずですね、あれをこう集めやすいっていうのはあるかもしれないんだけど、うちではもうこれ取って使ってますね。これ非常に使いやすかった。これ取ると両刃使えるというか、なんだろう、こう行ったり来たりで枯れるんで、効率よく枯れるんですよね。で軽くなるし、切れ味もこれと同じぐらいあるんで、もう庭先でしか使わないっていう人はもうこれで十分だと思います。このブレード幅 260mm、 これは非常に使いやすいです。今回この 4A バッテリー使ったんだけど、これ実家の庭丸々やったのと基地の周りの木も今回切ったんですよ。それでいてこんなに残ってるんで、この 1.5A、 この一番容量の少ないコンパクトな 1.5A でも全然枯れちゃうと思います。 1.5A でやっても使い切れないぐらい燃費がいいです、はい、これに装着してあげるとめちゃくちゃ軽いです。この重さで言ったらこの 1.5A の装着したやつだと 1.3kg ぐらいですね。 1332g、めちゃめちゃ軽いです。なので庭先ぐらいでしか使わないっていう人にはこれめちゃくちゃおすすめです。でこの 1.5A のバッテリーだけでも十分だと思います。でこれあえてここがなと思った点を挙げるとすると、これ刈り幅が短いんで、こういう長い刃で刈りたいって人はこういうものを選んだ方がいいです。これはあくまでもコンパクトにこう片手で持てるんで、コンパクトにバーッと刈る、そういったものですね。なのでブワーッと思いっきり刈りたいとか、あとこれパワーがこういった太い枝は多分切れないと思います。なので本当にこういう枝も同時にバーッとこういうバリカンで刈りたいっていう人はですね、そもそもこういう容量の小さいモデルじゃなくて 18V とかもうそれ以上の 40V 機ですごいパワフルなものもあるんで、そういったものを選んだ方がいいと思います。なので大容量のものは本当に職人さんとか業者さんが使うものですね。もう広い範囲、もう数こなさなきゃいけないっていう場合にああいったものを使うものなんで、庭とか本当に DIY でやる分だったらこれぐらいで十分だと思います。でこれ職人さんであっても最後の細かい調整というか仕上げみたいなやつにはこれ結構いいんじゃないでしょうか。こう取り外してあげて、細かいとこ今回下の方にある地面の際みたいなところもこうできたんで、そういったものにもこれかなり使えるんじゃないかなと思います。これモデル名 MUH264D っていうものになります。でしつこいようなんですけど、これバッテリーは 10.8V のものなんで、こういった 18V 機とか 40V 機、これとは互換性がないです。なのでこういうコンパクトなシリーズですね、こういうくるくるカッターとかこういったもの、これもビニールとか布切ったりするのにめちゃくちゃ使えます。であとは、こういったレシプロソーとかもあるんで、これ枝打ちとかこれぐらいの木の枝とかですね、これだったらこう十分切断できる能力があるんで、この 10.8V 機バチッと使用用途があった人には非常にこれコンパクトだけど使える、めちゃくちゃコスパのいいモデルになってます。っていうことで、これを買った後にこういったものも、使うことができるんで、これ牧田沼ですね。これ牧田沼にはまるきっかけになる入り口になるものかもしれないです。ということで、こういった庭先の木々を買ってあげたいみたいな、そういう方がいましたら、この牧田の MUH264D 充電式ミニ生垣バリカン、これ非常におすすめです。気になった方がいたら概要欄にリンク貼ってあるんで、ぜひチェックしてみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。